平和記念資料館には被爆直後に撮影された数少ない写真が展示されています。写真は負傷した被爆者たちが呆然とする姿を記録し、その中に制服が引き裂かれた少女が写っています。当時13歳だった竹内節子さんです。この坊やがね、わからない人なんよ。でもこういうのが今のみゆき橋の下で隠れてる時にこういう坊やが来てね、僕も一緒に連れて行ってくれって言ったのよ。それを怖いもんだから逃げたから、もう申し訳なくて。戦後、竹内さんは原爆の惨状を思い出すことを恐れ、自身の被爆体験を語らずに生きてきました。こういう人がおられたね。とにかく人間の感情がちょっとなくなる感じですね。だから今静かに考えると、なんか怖いとかかわいそうとか、そういうふうな人間の感情がなかったかなと思いますね。広島市で生まれた竹内さんは、船入りにあった自宅で両親と共に暮らしていました。当時は広島女子商業学校に通う13歳の女学生で、動員先だった千田町の広島貯金支局で被爆しました。必死で逃れたみゆき橋の光景を今も鮮明に覚えています。朝だから出勤っていうんですか、貯金局行きまして、出勤簿みたいなのがあったような気がしますんですよ。それでその出勤簿に判を押すのかなんか知りませんですけど、そこへ行ってそれをやろうとした瞬間にもう爆撃を受けましたんでね、朝。だから何をしてたのかさっぱりわからない状況ですよね。でその瞬間に真っ暗闇になって、何か微塵のようなものが飛んできて、それでもうみんな外に出なきゃいけないので出て行ったと思うんですけれども、全然何が何か夢中で、ともかく外に出ようということで出て行ったと思いますけどね。逃げていかなきゃいけないんで、みんなの後ろについて行ってたわけで、最初は今の支柱の方に向いてたんですけど、そっちの方は向こうからどんどんやけどした人みたいなのが来られましたですからね、危ないからっていうので反対の宇品の方へ向いてみんなで逃げていったような状態なんですけどね。その逃げてる間はもう本当に今原爆の話をされる時に皮膚が垂れ下がったとか言われますけど、その通りの状況だったわけですよね。皮膚が垂れ下がってこういう感じで、もう服なんかもボロボロでしょ。それで私が一番見て怖いな思ったのが、目の眼球が出て、その先に目玉があったのがすごかったね。お化けの映画がありますでしょ、漫画ってね、目の飛び出て目玉が、その様子だったのを覚えてまして、怖かったですね。原爆の炎から逃れてきた人たちを撮影した写真。みゆき橋で呆然とする被爆者たちを捉えた一枚です。当時新聞社のカメラマンだった松重義人さんが撮影した被爆直後の貴重な記録です。崩壊した建物、そして被爆しながら命をつないだ人々の姿が克明に映し出されています。竹内さんは共に逃げた同級生と肩を寄せ合うように立ち尽くしていました。
私たちは白の木綿の制服というかしてたような気がするんですけどね。このズボンっていうんですかね、当時着物の生地とかいろいろなでしてまして、今のような立派な服は着てませんですからね。それでわかるんですけれども、だからこの人たちは爆心地の近くの方で被害を受けられた方がどんどん来られたわけで、そういう人たちがこの場所へ来られていろいろ治療を受けたりされたと思うんですよ。私なんか直近局から出たものは比較的室内にいたから、そんな重傷を負った者はいないと思うんですよ。だから向こうから逃げてこられた方がここで倒れられたり、そこで救護しとられたから、そこの救護を受けられたと思いますけどね。とにかく人の波に流されていったっていう感じしかないですね。恐怖心っていうのも逼迫するとなくなるんですね。瞬間にはあっても、ずっとその状況にいると恐怖心もなくなるなと思いましたね。